これはクロアチアで発生したある未解決事件における一つの可能性の話です。2008年9月18日、クロアチア・ダルマチア地方ドゥブロブニク。5人のうちの1人は我々の車に乗ってもらうぞ。そう話す男性の前にはナイトクラブの店内で声をかけられた5名の女性が。男性は麻薬の取り締まりをしている私服警官で、彼女たちには逮捕容疑がかけられていました。警察署へ向かう車は2台。女性のうち1人は集団から引き離され、警官2人と車に乗る必要がありました。私が乗ります。多くの女性が隔離されるかのような状況を嫌って沈黙する中、そう名乗り出たのはオーストラリア出身のバックパッカーブリット・ラップソン。警官が彼女を男だけの密室へ誘い出したことにはよからぬ企みがありました。この後ブリットは両手足と臓器が欠損した状態で発見されるのです。全身の 60% が欠損した遺体となって発見されたバックパッカー。旅先で失踪した彼女の身に一体何があったのか。女性を殺害した何者かの存在は司法の闇によってもみ消されたんです。おそすけんちゃんです。みやみこんな。先日フィリピン行った話したと思うんですけど、はい視聴者の皆さんもいつかフィリピン行く人もいるかもしれないんで、僕のおすすめ料理だけご紹介させていただければと思うので、はい前アルゴでも言ったかもしれないですけど、まずシシグっていう、シシグこれです。ちょっと見た目はね茶色っぽいんですけど、マジでうまい。カレーじゃないの？全くカレーじゃないんであ、すけど、違うんだ。どういう味なの？なんか豚のひき肉でもないのがなんか小刻みな肉香辛料がなんか入ってるわけ？多少は入ってる。何が美味しく感じるの？わかんないよそれなんかうめえのよ。もう一個ね人選ぶと思うんですけど、パレスっていうねスープの中にこれまた小刻みな肉が入ってるんですよ。これご飯にかけんすよ。フィリピンの米みたいなポジションなの？主食なの？その小刻みな肉は。米はまた別でスープにかけて、カラマンシーっていうこんぐらいの緑色の柑橘類をかけるんですよ。マジでうまくて結構ローカルフードで、フィリピンの屋台みたいな感じで人によって勇気いるかもしれないですけど、僕全然いける派なんで、だいたいシシグかパレスをずっと食べてたんで、皆さんもフィリピンに行く際は騙されたと思って食べてみていただければと思います。今回はクロアチアで発生した非常に恐ろしい未解決事件をご紹介します。バックパッカーの女性が現地で遺体となって発見されたんですが、なんとこの遺体からは両手足や臓器など全身の 60% がなくなっていたんです。なんでそんな状態なの？臓器売買とかってこと？臓器売買とはまた違った犯罪なんですが、同じくらいねゾッとする犯罪っていうのが現地で横行していたんです。発見された女性の遺体、なぜそれほど無残な状態になっていたのか。水面に浮かぶ亡骸。2008年10月6日、クロアチア・ダルマチア地方ドゥブロブニク。アドリア海の真珠と謳われる美しいその町の入り江に警察関係者のボートや船が出動していました。地元の漁師の通報により遺体の回収に駆けつけていた彼ら。腐敗がかなり進んでるな。密入国者か。死後数ヶ月は経っているとみられるその遺体には両手足がありませんでした。さらに毛髪や皮膚が剥がれ落ちた顔からは下顎がなくなっており、上顎からも歯がほとんど抜け落ちている状態。体内の臓器も合わせ全身の 60% が欠損していたのです。遺体は全裸の状態で、近くにシャツが浮いていたものの、その他の衣類や下着、靴などの所持品は見当たりませんでした。そしてあまりに激しく損傷していたため、身元特定は困難かに思われましたが、なんと4日後にはこの遺体の持ち主が判明。 DNA 鑑定と歯科記録の調査によってオーストラリア出身の女性バックパッカーブリット・ラップソーンのものと確認されたのです。彼女は半月前に行方不明になっており、家族や恋人がクロアチアに捜索に訪れていました。その状況からすぐに遺体との照合が行われたのです。ただ不可解だったのは、現地警察が発表した検視結果について。あまりに凄惨な状態のその遺体に対し、警察は事件性なしと発表しました。わずか2ページのごく簡易なその検視レポートには、確かに他殺の痕跡はないと記されていたのです。どういうこと？全身の 60% が欠損してたわけでしょ？バラバラ殺人以外の何の可能性があるってわけ？遺体が海の中にあったことを踏まえると、バラバラにされてなくてもこの状態になることはあり得るんです。というわけで本日のメトラキーワード、海中の関節離断とスカベンジングについて。海中に存在する遺体は、バクテリアによる皮膚や筋肉などの分解と水流の力によって関節から脱落していきます。脱落する順番は手首、次いで足首、さらに進行すると頭蓋骨から下顎が脱落します。手足がなく下顎が欠損していたブリットの遺体はこの分解プロセスと一致していました。また海中では海洋生物による接触活動、スカベンジングが行われます。カニやエビなどは死体の関節周りの組織を集中的に食べる習性があり、手足や下顎の脱落を早める要因に。
このほか海底に生息するヨコエビは体長が数ミリしかなく、死体の口や傷口などから侵入し内臓から食べ尽くすといいます。このようにブリットの遺体の状態は自然現象の結果として十分説明がつくのです。クロアチアの現地警察はブリットの遺体の損傷について海中での岩への衝突や海洋生物によるものと結論付けました。ところが警察のその説明では辻褄が合わない点が一つあります。それは失踪から18日しか経っていないにもかかわらず、死後数ヶ月と誤認されるほど遺体の腐敗が進行していたこと。10月上旬の現場周辺の水温は16度から22度程度。真夏に比べて水温が低く、腐敗を進行させるバクテリアもそこまで活発ではないはずでした。たとえもっと水温の高い環境に置かれたとしても、18日間でほぼ白骨化しているその状態まで腐敗するとは考えにくいと言います。そして実は一つだけ18日間でそこまで遺体を腐敗させる方法が存在します。それはブリットの遺体に重りをつけて沈めること。遺体は通常海に沈んだとしても体内に発生したガスなどの影響で数日で海面に浮上します。18日間での白骨化が考えにくいというのは遺体が海面に浮上した場合の話。もし重りで海底に固定されていた場合、海面とは異なるバクテリアや海底の生物の集中的な攻撃にさらされます。さらに体内にガスが発生しても浮上できず、内部からの組織破壊が加速した可能性も。このように通常では考えられない腐敗の進行度合いは、ブリットの遺体が重りをつけて沈められていた可能性を示していました。現地警察は他殺の痕跡はないと断じましたが、それは腐敗が激しいあまり死因を特定できなかっただけの話なのです。すごいわね。遺体の腐敗度合いからこんなことまでわかるの？確かにこれは確実に誰かに殺されてるわね。殺人が起こったことは間違いないです。被害者ね、ブリットの身に何が起きたのか、彼女がね、失踪した経緯を見ていきたいと思います。帰らないバックパッカー。2008年9月17日の日中、後に被害者となるブリットはホステルで知り合った他の旅行者と共にクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街地を散策していました。バックパッカーをしていたブリットは宿で出会った旅人と行動を共にすることが多かったのです。ブリットは非常に旅行経験豊富で、21歳にして地球上の大陸のほぼ全てに足を踏み入れたことがあるほど、また彼女はその旅のいずれにも常に何らかの意味を見出していました。アウシュビッツ強制収容所で過去の悲劇への理解を深めたり、中国の市場で値切り交渉を学び現地に深く溶け込む経験をしたり、大学でも国際ビジネスを専攻しており、将来は国際的な仕事に就きたいと考えていたのかもしれません。そして今回ブリットは6月下旬から4ヶ月のヨーロッパ一人旅に出ました。最初に兄が滞在しているドイツへ向かい、ポーランド、チェコ、ハンガリーなど8カ国を訪問。その後絶対に行きたいと考えていたイタリアへの経由地としてクロアチアへ向かい、ドゥブロブニクに立ち寄ったのです。旧市街を堪能したその日の夜、ホステルへと戻ったブリットは他の旅行者と8人のグループでお酒を楽しみました。すると深夜0時頃、オーナーの息子のイビツァ・ペルコビッチがグループを騒がしいと思い、母親のミルカを通じて苦情を伝えます。もう夜遅いから少し静かにしてもらうか、どこか外で遊んでくれないかしら。注意された8人は旧市街の正面玄関、ファイルゲートのすぐそばにあるナイトクラブ、ラテンクラブフエゴへ向かうことに。ここでブリットは旅の高揚感もあってか、いつもと違う様子を見せるのです。最初はそれほど酔っている様子もなく、ホステルで知り合った旅人たちと楽しそうに談笑していたブリット。しかし深夜2時を迎えた頃、何やってんだ、暴れるなら出て行ってくれ。ダンスフロアでグラスを割ってしまった彼女はセキュリティスタッフによって追い出されてしまうのです。スタッフのその判断から、この一件はただのうっかりではなく、この時点でブリットはかなり酔っていたと推測されます。またスタッフの目を盗んで忍び込んだのか、彼女は一度追い出されたにもかかわらず、いつの間にかまたクラブの中ではしゃいでいました。旅仲間はもう帰ろうとブリットをたしなめますが、彼女は聞く耳を持たず、見知らぬ男性と騒いだり踊ったりし続けていたのです。ブリットは翌日になってもホステルへ戻らず、バックパックだけが部屋に置かれたままになっていました。さらに2日後の朝になってもブリットは戻らなかったため、旅仲間がホステルのオーナーに報告。しかしホステル側が何か行動に出ることはありませんでした。それはオーナーの息子イビツァがこう言ったため。気にすることないよ、男と遊んでるだけだろ。イビツァはブリットのことを酒癖が悪く不死だらな女と話し、明らかな嫌悪感を示したのです。また旅仲間たちは大使館経由で現地警察にも連絡しますが、警察の判断もイビツァと同じでした。若い女性がいなくなった観光に来てハメを外しただけだろ。
なんでそんなみんな悠長なわけ、ん観光客の女性が一人で街からいなくなったなんてどう考えても一大事じゃないのよ。ちょっと考えられないですよね。この後一番に疑われたのは、ブリットを男と遊んでるだけ、不死だらな女と批判していたホステルオーナーの息子イビツァだったんです。あるはずがないもの。当初観光客が羽目を外しているだけと考えていた警察は、ブリットの失踪から6日後になってようやく捜査を開始。バックパックにしまわれたままホステルに置きっぱなしになっていた彼女の携帯の履歴を調べるうち、ある矛盾に気づきます。ホステルに携帯が置きっぱなしになっていたということは、ブリットはクラブには携帯を持っていかなかったということ。それにもかかわらず、彼女はクラブにいた時間帯にその携帯から電話をかけていたのです。クラブにいた9月18日の深夜2時57分、ブリットはホステルオーナーの息子イビツァの携帯へ確かに電話をかけていました。そこからブリットは一度もホステルに戻っていないにもかかわらず、ホステルに携帯が置かれていた。その事実は、何者かがブリットを殺害した後、携帯だけをホステルに持ち帰ったことを示唆していたのです。しかしその何者かはなぜわざわざホステルに携帯を持ち帰ったのか、こうは考えられないでしょうか。携帯を置いて遊びに行っているのなら、連絡が取れなくても普通と思わせることで警察の初動捜査を遅らせる狙いがあったと。ブリットの携帯がホステルへ持ち帰られていたことから、警察は当日彼女から着信を受けていたオーナーの息子イビツァを容疑者に挙げました。さらにオーナーのミルカがオーストラリアのパスポートを郵送しようとし、受付で断られているのを目撃したという匿名の情報も。ミルカのその行動は、ブリットがすでにクロアチアを出国しているように見せかけ、捜査を妨害する偽装工作に思えました。オーナーの息子イビツァは仕事で海外出張に出ていましたが、これらの疑惑から警察の要請で帰国。そして尋問において彼は断固として事件への関与を否定します。ブリットの携帯？何も知りません。彼女が僕の番号を知っていたのは、緊急連絡用にホステルの客全員に教えてるからです。事件の日の着信には寝ていて気づきませんでした。イビツァはそう弁明し、証拠も何もなかったため36時間後には釈放されたのです。ホステルに携帯が戻ってたこととか、母親が偽装工作しようとしてたって話は何だったの？母親が偽装工作をしようとしたのは、単にとばっちりで疑われたくなかったためなんだと思います。そしておそらく携帯はまた別の何者かがホステルに戻していて、その何者かについて実は事件当日に目撃情報があるんです。青いバンの男たち。2008年9月18日の明け方4時40分頃、ラテンクラブフエゴの前には店内から連れ出された5人の女性の姿が。彼女たちに向かい、2人の男が神妙な面持ちでこう切り出す。5人のうちの1人は我々と一緒に車に乗ってもらう。男2人は2台の車を用意し、女性たちをどこかへ連れて行こうとしていた。そして5人の女性のうち1人だけが女性の集団から離れて車に乗らねばならない。隔離されるかのようなその状況に、女性たちは誰もが顔を曇らせていた。そんな中、私が一人で乗ります。そう名乗り出たのがブリットだった。友人や家族など周りの人を大切にする性格の彼女は、多くの女性が抵抗を示す中、自分がその不安を引き受けようと思ったのかもしれない。2台の車のうち一人でその青いバンに乗ったばかりに、この後悲惨な運命をたどるなどとは思いもせずに。失踪から約1週間後、警察はブリットの写真を持参し、ラテンクラブフエゴで聞き込みを実施。するとセキュリティスタッフの一人がこう証言したのです。店の前で5人の女性と2人の男が話しているのを見ました。2台の車のうちどっちに乗るかを揉めてたみたいで、最終的にこの写真の女性だけが男たちと車に乗ったんです。防犯カメラを確認すると、スタッフが話した通り、その日の明け方4時46分、クラブの前で青いバンに誰かが乗り込む姿が確かに映っていたのです。実はブリットの事件の前後、ラテンクラブフエゴの周辺では若い外国人女性の誘拐未遂が頻発していました。犯人は偽の警察手帳を見せて署へ連行するなどと言い、青いバンに乗るように女性に強要。拒否した結果、その場で暴力を振るわれた被害者もいました。被害に遭うのは決まってブリットのような金髪でスタイルのいい若い外国人女性。車を2台に分けて移動したのは、声をかけた女性のうち1人を隔離し、犯行に及びやすい状況を作り出すためと考えられます。現地の情報に疎い女性を騙してさ、襲う奴らがいたってことよね。それで襲った後に海に沈めて通報されないように証拠隠滅しちゃうってこと？そう考えれば辻褄は合いますよね。問題はこの男たちが何者かということなんです。ブリットの事件を受け、オーストラリアのテレビ番組サンデーナイトは、青いバンの男たちの被害に遭いかけた女性3人へのインタビューを実施。2人組の犯人の似顔絵を作成しました。その似顔絵は、ある衝撃的な一つの事実を導き出します。犯人は警察手帳を偽造した偽の警察官と考えられていましたが、その似顔絵はなんと2人とも現地の現職警官と酷似していたのです。
さらにクラブ前の防犯カメラに映っていた青いバンは警察が使用していたフォルクスワーゲンシャランと同じ型。現地警察はこのことについて次のように釈明。彼らは麻薬取り締まりの任務中でした。女性たちが酔っていたため保護しようとしただけです。現地警察はそう言って警官による誘拐未遂を否定しましたが、疑惑は拭いきれません。ブリットの友人や家族曰く、彼女は用心深い性格で見知らぬ相手の車に乗るようなことは絶対ないと言います。しかしもし相手が警察なら車に乗らないわけにはいきません。このほか酒やパーティーについて保守的で普段ハメを外すことはないとされていたブリット。クラブ内で彼女に声をかけた私服警官に薬を盛られ意図的に酔わされていた可能性はないでしょうか。確かにクラブから追い出されてたのに何もなかったのに戻ってきてたわね。明らかに酔い方がおかしかったわ。警察関係者が犯人だったとすれば、ホステルに携帯が戻されてたことも実は捜査の段階で戻したとも考えられますよね。警察に対する疑惑は他にも複数あります。若い観光客がハメを外しているだけと断じ、初動捜査が遅れたこと、クラブ前のタクシー乗り場での聞き込みが不十分だったこと、またラテンクラブフエゴは事件当日の店内の防犯カメラ映像を警察に提出しているのですが、このカメラ映像について警察はこう話しました。電気系統の故障で録画できていなかったと。この主張に対しクラブ側は当日設備の故障はなかったと反論。クラブの外の防犯カメラ映像も一部編集されているのではないかと疑われています。事件から1ヶ月後の2008年10月29日、捜査の遅れや不手際を理由にドゥブロブニク警察署長をはじめ数人が解任。2010年初頭にはオーストラリア警察が現地入りし、クロアチア警察の捜査の不備を指摘しました。事件は現在も現地警察によって捜査中ですが、新たな情報が見つからない限り進展は期待できないとされています。ブリットは堅実な旅人だったとされていますが、そもそも土地勘のない観光客は犯罪者に狙われやすいもの。私服警官などを名乗る者がいたら自分で警察に電話をして確認を取る。夜のクラブに遊びに行く場合は複数人で向かい、来たメンバーと揃って帰るルールを作る。店内で自分の飲み物から目を離さない。この事件から学べる旅先で身を守るための教訓は多数あります。皆さんは旅先で危険な経験をしたことがありますか？また危険から身を守るためにどのような心がけが大事だと思いますか？